ネタン、明治時代の日本ってなんか急に外国の真似をし始めたって聞いたのだ。舞踏会とか開いちゃってキラキラしてたって本当なのだ。ずんだもん、いいところに目をつけたわね。それは井上馨っていう人物が進めた謳歌政策のことよ。でもね、ただの憧れでキラキラしたパーティーを開いてたわけじゃないの。その裏には当時の日本ののっぴきならない事情があったのよ。長須が生んだ外交官。まず井上馨が何者かって話からね。彼は長州藩出身の志士で、伊藤博文なんかと一緒にイギリスに留学した経験もある、いわゆるエリートよ。明治政府では初代外務大臣、今でいう外務大臣を務めた重要人物なの。おう、エリートなのだ。イギリスにも行ってたなんて最先端って感じなのだ。じゃあ外国の凄さを知ってたから日本も真似しなきゃって思ったのかな。それも一理あるわね。でももっと大きな目的があったの。それが不平等条約の改正よ。不平等条約？なんだか難しそうなのだ。簡単に言うと、江戸時代の終わりに日本が欧米の国々と結んだめちゃくちゃ日本に不利なルールのこと。例えば日本で外国人が犯罪を犯しても日本の法律で裁けない治外法権、それから輸入品にかける税金を日本が自由に決められない関税自主権の欠如。それって僕の家に知らない人が土足で上がり込んできて僕ん家のお菓子を勝手に食べられても文句が言えないみたいなことなのだ。ひどいのだ。その例え分かりやすいんだか分かりにくいんだか。でもそれくらい理不尽な状況だったのは確かよ。このままじゃ日本はいつまでたっても欧米と対等な関係になれない。井上馨はこの状況を何とかして変えようと燃えていたの。ナレーター6名間での大作戦。なるほどなのだ。でもその不平等なルールとキラキラの舞踏会がどうつながるのだ。ここが井上馨の作戦なのよ。彼は考えたわ。欧米の国々がなぜ日本を対等に扱ってくれないのか。それは日本を法律も文化も整っていない野蛮な国だと思っているからだ。で、失礼しちゃうのだ。日本にはお餅もずんだもある立派な文化があるのだ。その通りよ。でも当時の欧米から見たらそうじゃなかった。だから井上馨はこう考えたの。それなら見た目から全部欧米の真似をしちゃえばいいじゃない。で、服装も建物も食事もそして社交の場である舞踏会も欧米人みたいに振る舞って、ほら日本はあなたたちと同じ文明国ですよ。だから条約も対等に結び直しましょうってアピールしようとしたの。その象徴が日比谷に建てられた鹿鳴館よ。なるほど、見た目から入る一大イメージアップ作戦だったのだ。鹿鳴館っていうのはそのためのステージだったんだね。そういうこと。連日連夜鹿鳴館では政府の高官やその婦人たちが慣れない洋服を着てぎこちないダンスを踊って外国の使節たちをもてなしたの。まさに国を挙げたコスプレ大会みたいなものだったかもしれないわね。理想と厳しい現実。すごい作戦なのだ。それでうまくいったのだ。外国の人たちも「おジャパンクール」ってなって条約を直してくれたんだよね。残念ながら現実はそんなに甘くなかったの。国内からは中身が伴わないただの猿真似だ、日本の伝統をないがしろにしているって猛烈な批判が起きたわ。庶民の生活は苦しいのに政府のお偉いさんたちだけが贅沢してるって見えちゃったのね。確かにそう思われても仕方ないかもなのだ。そして決定的な事件が起きるわ。それがノルマントン号事件。イギリスの船が沈没したんだけどイギリス人の船長や船員は助かったのに日本人乗客25人は全員亡くなったの。しかもその後の裁判で船長はすごく軽い罰で済まされてしまった。ひどすぎるのだ。日本人の命が軽く見られてるってことじゃないか。その通りよ。鹿鳴館でいくら踊っても欧米諸国の日本人に対する差別的な意識は全く変わっていなかった。この事件で国民の怒りが爆発して井上のやってることは無意味だという声が頂点に達したの。結局井上馨は条約改正を達成できないまま外務大臣を辞めることになったわ。そんな国を思ってやったことなのになんだか切ない結末なのだ。井上馨の謳歌政策はやり方が極端すぎて失敗に終わったわ。でもね、彼の日本を欧米と対等な国にしたいという強い思いは後の人たちに引き継がれて最終的に不平等条約の改正は達成されるの。
彼のやり方は日本の近代化が抱えた焦りと苦悩の象徴だったと言えるかもしれないわね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。